こんにちは、ほいです。僕たちは普段兄弟で毎週末に決まって1回集まって DIY をしていて、今はこの実家の DIY を始めて1年ほど経ちます。応援してくださってる視聴者さんでご存知の方もいると思うんですが、僕たち実は簡単な家具しか作ってないんですよね。そういう意味でもまだまだ DIY の初心者で、できないことっていうのもまだまだあります。もちろん1年も DIY をしていれば色々経験できた部分もあって、ただそれってあくまで部屋の作り方、建築としての経験がすごく大きいと思っています。じゃあ、家具となるとあんまりイメージがつかないっていうのが実は僕たちの現状でして、そこで、この今回作るスツールなら DIY の基本的な部分を学べると思って、挑戦することにしてみました。特に今回作る椅子っていうのはあえていろんな手法を取り込んでいます。なぜそんなことをしたのかっていうのはこの後詳しく話をするんですけれども、簡単にできるのにいろいろな要素の詰まったこのスツールと呼ばれる椅子は本当に今でも挑戦してよかったなと思っています。この動画は僕たちみたいに少し DIY に慣れてきた人やこれから DIY に挑戦したい人にもおすすめです。実際のところこの後の作業編で僕たちも結構実は断念してるポイントっていうのがあって、難しい要素とか、工具が必要な部分っていうのも省略して問題全然ないですし、もちろんいろんな要素を取り入れればその分自分たちの幅っていうところも広がっていきます。そして僕たちがなんでこの椅子を作りたいかっていうことを少しだけお話をすると、今はこの和室を DIY している途中で始めてからちょうど3ヶ月ほど経ちました。実はこの部屋でこれからやりたいと思ってることは家具とか襖とかあと引き戸だったりするんですけれども、多分このままだとうまくできないんだろうなって思ったんですよ。なのでこのスツールでいろんな DIY の基本的なところ学ぶことがもう一度改めてできれば、できた頃には自分たちの自信に変わってる、そんなつもりでいろんなことに今回も挑戦してみました。それでは DIY 始めていきましょう。まずは準備したものです。今回は自分たちの技術向上も兼ねているので 38mm×89mm だけで椅子を作っていきます。よく 2x4 なんて呼ばれる大きさの材料だけ、これ1本だけ使ってやるんですけれども、今回紹介する大きさに近い木材を購入して少しの加工で組み上げるっていうのもとても練習になると思うので、もちろん 2x4 だけを使うんではなくて今回の大きさに合わせて購入して組み上げる練習をするっていうのも全然ありだと思います。僕たちはいろんな挑戦をここにちょっと盛り込もうと思ったので、あえてこの1本だけを使っていろんなことに挑戦しています。そして今回いろんな工具を僕たちは使うんですけれども、これもまずは挑戦するだけならノコギリ1本だけでも全然全く問題ないです。そしてやってみて面白かったら工具を買って効率よく仕上げたり、家具の精度なんか求めてみても楽しいのかもしれません。まずは 330mm の天板のサイズにしたいので、それより少し大きいぐらいの 350mm になるようにしてまずはカットしていきます。本当はここでビスケットジョイントって呼ばれる方法を少し試してみたかったんですけれども、工具がないので僕たちは断念しました。ちょっとやってみたかったですね。あとは、このクランプを使ってどんどん圧着をしていきます。こんな感じで握っていくだけでどんどんと締まっていくようなものなので、僕たち結構この DIY でも重宝して使ってる工具の一つですね。そしてこのボンドは3時間ほどである程度まで硬くなっていきます。実はその後も硬くなることを続けて24時間ぐらいで最大の強度になるそうです。意外とこれって時間かかるんですね。でもある程度固まったらですね、本当にガチガチに固まってくるので、そういう意味ではすごい安心感のあるのがボンドだなって僕たちは思っています。そして皆さんのお気づきの通り表面が結構デコボコしてるんです。これを電気カンナという工具を使って今回は削っていきます。最終的には継ぎ目がかなりわからなくなるほどになっていると思いませんが、僕たち自身はそう思っていてすごく嬉しかったですね。ある程度表面が整ってきたので、次にこれを 330mm の円形にしていきます。これもこれからちょっと紹介する方法少し難しい部分あるんですけれども、ノコギリで簡単にカットしてしまっても大丈夫ですし、丸じゃなくても全く問題ないです。僕たちはこれから2つの方法でこれをカットしていきます。1つ目はジグソーだけを使っていくパターン。これはもともと描いたこの線に沿って綺麗にカットしたら、残りはもうサンダーで整えていくというようなやり方です。
そしてもう一つはもっともっとさらに上の完成度を求めるというパターンでして、これはジグと呼ばれるようなものを作って円形をきれいに加工して、そして最後はトリマーを使って円形の形に整えていきます。It's in the system, it's in our blood. You cannot keep me from looking for love. Don't wanna hide it, ain't gonna lie. I'm on the run till the day that I die. All we are is delicate people. Handle me with compassion and care. Yes, we all are delicate people. Whoa, I might be shaky, I might feel weak. My words may fail me when I try to speak. You know the feeling, well join the club. Just keep on running, don't you ever give up. 本当にやろうとするとどこまでも手がかかりますよね。でもそれだけにできた時の綺麗さっていうのはすごい嬉しいものがやっぱりあります。そして最後にサンダーで表面を整えていきます。どうでしょう？初めてにしては、僕たちにしては、よかった。結構綺麗にできました。嬉しいです。続いて足の加工です。足は 2x4 を半分に裂くところから始めます。丸ノコってやっぱり何回使っても結構緊張しますよね。でも、慣れっていうのも実は怪我につながってくるので、僕たちなんかにはちょっと緊張してるぐらいがちょうどいいのかもしれないです。次に、この部材を 34mm×40mm に削っていきます。で、この時も電気カンナを使って綺麗に加工していくんですが、この削る部分の長さを出す時に、毛書きっていう道具を使うとすごく便利でした。そしてノギスという工具を使うと、この厚みを確認するのもすごく早くなります。もちろんこれも差し金とかスケールで測ってもらって全く問題なくて全然大丈夫です。ただあると便利な道具ですよね。角が少し危ないのでトリマーで角を落としてしまいます。この加工があるだけでなんでなんでしょうね。すごく完成も綺麗に見えるんですよ。足の長さはぴったりっていうよりも少し長めに用意しておくと後で調整がしやすいし、少し間違っても長いのでその分修正が効くっていうところで安心感があります。最後に椅子に対して80度になるように10度分だけ足の先をカットしておきます。次に抜きの加工です。足を固定しておくための抜きっていうのは、合い書きの練習になってきます。さっきの足の大きさでも、全く大きさについては問題がないんですけれども、少しここはスマートに見えるように、僕たちは 22mm×40mm に加工し直しています。今回は2箇所分作るので、上側が 220mm の長さ。下側が 300mm になるように調整しています。合い書きは中心から 22mm の幅、そして深さを 20mm にしておくと十字に綺麗に組めるようになります。これで少し面白いのが、少しでも大きいと入らないし、少しでも小さいと結構グラグラになっちゃうんですよ。理想は少し押し込んで
叩いて入るぐらいの大きさにすると、こんな感じでボンドも釘もないのにかなり頑丈に固定されます。切り欠きの幅は片方を1ミリぐらい短め、21ミリぐらいにしておいて、様子を見ながら広げていくとうまくいきやすいんじゃないかなと最初のうちは思います。Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. I stand alone. Show me where the ending goes. Honestly don't. I should be the last to know. We're all in this. I stand alone. Show me where the ending goes. Honestly don't. I should be the last to know. Oh, これミスったよ。 I mistook you for a dream. The engine glows, and I guess you always seem to know. Hello, Ramona. I push back the serious feeling. The end's unknown. To get back the life I used to know. We're all in this. I stand alone. Show me where the ending goes. Honestly don't. I should be the last to know. We're all in this. I stand alone. Show me where the ending goes. Honestly don't. I should be the last. はい、塗装です。着色はブライワックスのラスティックパインを使用します。これの特徴としては、木の表情は割としっかり出るのに対して色は少しつく程度なんですね。僕たちの DIY している和室は結構淡いトーンで統一したいので、あんまり主張しすぎないで他にも埋もれないこの色を選びました。塗装はスポンジですくって木にすり込むようにしていきます。Chairs are on the table. The floor has been swept. It's closing time and I'm a little tired. It's a long time since I've slept. But things are moving forward. I'm ready to move on. 15分ほどで乾くので、乾いた布で余分なワックスを拭き取っていきます。
さらに、たわしでこすることで光沢が出てくるんですが、最初これを知った時に、本当にたわしでいいのと疑ってしまいました。あとは、お好みの色になるまでこれを繰り返していきます。この作業は繰り返すたびに色の深みとか、あと木の風合いがどんどん増していきます。今回は2回この作業を繰り返しました。いかがだったでしょうか。今回は初めての挑戦が結構多くて、それだけ勉強になった DIY でした。改めて挑戦してみてよかったなというふうに思います。この単純な構造の中には結構いろんな技術が詰まっていて、本当にとてもおすすめだと思います。価格として見ても木材だけならきっと1脚800円かかってないと思うんですよね。でもそれ以上に DIY に触れるという意味で幅広くおすすめできるんじゃないかというふうに思います。もしこの動画を見て挑戦してみたいと思ってくれた視聴者さんがいれば、ぜひぜひ挑戦してみてください。とてもおすすめな DIY です。もちろん今日やった全てのこの内容っていうのをこの中に詰め込んでいく必要っていうのも全然ないですし、逆に途中ビスケットジョイントとか、あとルーターとかそんなものを取り入れてみて、さらに挑戦っていうところを追加するのもすごく楽しいんじゃないかなというふうに思います。僕たちはこの部屋のために今後ベッドとか、あと机、襖、障子、引き戸とか、そんなところでいろんな要素に挑戦していきたいというふうに思っています。このチャンネルでは部屋を丸ごと一から DIY をしていて、その過程を一つ一つ切り取って紹介をしています。これからも DIY に役立つ情報をお届けしていくので、少しでもこの動画が気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。次回あたりもう一人の兄弟の方がアフレコするかもしれません。よければこちらもぜひお楽しみにしていてください。それでは次の動画でお会いしましょう。おいでした。I get too drunk